の外観、すごい個性的ですよね。ケーキ屋さんとかパン屋さんとか、そういう業種をやりたい方にとってはベストな NT になってるかと思います。で、こっちがあれということはこんにちは。今回はちょっと特殊な物件を見つけてきました。場所は右京区の京福電車有栖川駅から徒歩2分。こちら前の通り見ていただくと、このドンツキはもう行っていただいた嵐山渡月橋です。で、前にバス停がありまして、ここから四条烏丸までもバスで30分ほど1本で街中にも出れます。で、この外観見てください。すごい個性的ですよね。お城みたいな外観です。もともと地元で愛されているケーキ屋さんが長年入られていたと聞いております。では、中見ていきましょう。2ポイントオン。はい、中に入ってきました。中も可愛らしい内装がそのまま残ってます。居抜きで出られてます。ステンドグラスも可愛いですね。ちょっとこうヨーロッパ調な内装になってます。窓も大きくて最高バッチリです。明るい店内になっています。じゃあ次、キッチン見ていきましょう。キッチンもすごい広めに取られてますね。天井高も非常に高いです。以前がケーキ屋さんで、オーブン、たくさん大きいオーブン入れられたと思うんで、それもあって天井高が高いかと思うんですね。オーブン設置したら上をちょっと懐開けないと熱がこもっちゃうんで、このような高さが必要になってくると。じゃあ、同様の機器を導入されたい方からしたら、ベストな環境ですね。そうですね。ケーキ屋さんとかパン屋さんとか、そういう業種をやりたい方にとってはベストな NT になってるかと思います。結構そういうインフラ関係の電気とかガスとか環境を整えるのって数百万単位の工事費用がかかってしまったりとかするんですね。その費用が大きく抑えられる可能性があります。じゃあこちら見ていきます。大きい冷蔵庫です。以前使われてたものなのでちょっとうまく作動するかはわからないんですけども、一応設備はそのまま残されています。まだちょっとなんか甘い匂いが残ってます。はい。で、こちらも小部屋作られてます。何か発酵とか保管とかに使われてたんですかね。しっかり壁で区切られてます。2ポイントオン。はい、では次2階行きます。じゃあ2階やってきました。上見たらここがあれですね。外から見てた煙突部分になってます。こうなってるとこですね。じゃあ2階のお部屋見ていきます。ここでおそらくイートインされてたんでしょうね。ちょっと奥広いかと思いきやこれガラス張りになってます。1階の面積から比べるとちょっとここ狭めなんで、この後ろなんかあるのかもしれないですね。ここも外から見てたこの円柱の部分になってます。可愛らしい感じでヨーロッパ調です。で、こちらバルコニーもありまして、これがすごいこうお城味のある外観のところですね。向かいはすごい京都らしい町屋で、こっちがこんな洋館風で、なんかすごい対照的な感じです。はい。じゃあ中戻っていきます。で、こちらがお手洗いです。イートインスペース用のお手洗いになってます。で、こちらがドリンクカウンターです。2階で食べられるお客様にこちらからドリンク提供されてたんじゃないですかね。水回りも給水排水こちら来てます。あれなんか扉があります。なんかフローリングスペースになってます。スタッフの休憩スペースですかね。そうですね。こっちもなんかありますね。結構がっつり広いキッチンあります。食洗までついた3口コンロの。で、こっちが大きめのお風呂もあります。しかも多分あれ、ジャグジー付きの。豪華ですね。豪華ですね。ちょっと豪華すぎません？ねえ。スタッフの休憩にしては。ちょっと様子おかしいですね。で、こっちがあれ玄関が。あれさっきの入り口と別で。ということは居住用の玄関になってます。なんと、店舗付き住居です。で、玄関入って右側にもフローリングのお部屋。6畳ぐらいですかね。明るいお部屋があります。で、お手洗いがあって、収納があります。結構奥行きも深めで。
あります。しかも階段あるってことはまだ上に。あれ？おお。上がっていきます。はい、3階にやってきました。結構広いリビングが完全に住めますね。この物置というか、クローゼットもめちゃくちゃ広いです。こんだけ奥行きあります。広いですね。三角屋根なんでちょっとこうなってるんですけど、ここでもう一部屋できるんちゃうかぐらい、確かに。がっつり広いです。で、こちらも収納が、めちゃくちゃ収納あります。ここももう一部屋いけるぐらいあります。こちらが和室ですね。4畳半の和室になってます。なんと床の間もがっつりあります。仏間もあります。畳綺麗ですね。畳も綺麗ですね。まさかの、こんな洋館に和室があるなんて。2階3階がそんな空間になってるとは。表向きからでは全然わからないですね。ちょっとした外気スペースがあります。ここはガーデニングですかね。そうですね。ガーデニングしてもらったりとか、なんかワンちゃんとか飼ってはったらちょうどいいんじゃないですかね。ですね。表からも見えないですしね。はい、そうですね。目隠しもされているので、プライベートもバッチリです。この2フロアの居住と1、2階のテナントスペース、これ合計で今回の賃貸の料金なんですよね。そうですね。今回一棟貸しになってます。延べ床面積で232平米あります。かなり広いかなと思います。この物件、店舗付き住居になっているので、お住まいと職場が一緒っていうのがすごいメリットですよね。通勤時間も0分ですし、でもフロアが分かれていることによってオンオフもしっかり分けれるような作りになっております。トータルコストも抑えられる、そうですね。お家賃もトータルでなので、かなり抑えていただけるんじゃないかなと思います。2ポイントオフ。本日内見お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のこの物件のポイントをお願いします。はい。まず一つ目、この立地ですね。右京区有栖川にあるんですけども、嵐山まで、渡月橋までもすぐ。で、四条烏丸街中までもバスで1本、約30分ぐらいで行けます。前も見てもらったらわかるんですけども、車通りも人通りもめちゃくちゃ多いです。皆さんの生活動線上にあるのかと思います。こういう外観なんで、やっぱり目立ちますよね。そうですね。下手しい本当に看板とか出さなくっても、お城みたいなとこやんな、みたいな。そんな覚え方もしていただけるんじゃないでしょうか。店舗する側からしたら、メリットが多いですね。そうですね。ブランディングしやすい外観の物件かなと思います。じゃあ2つ目です。以前がケーキ屋さんということもあって、居抜きで出られております。先ほども言ったんですけども、ベーカリーとか、あとケーキ屋さんとかされたい方にはぴったりな物件です。インフラ関係もある程度は整ってて、初期費用も抑えられるんじゃないかなと思います。3つ目は、この一棟貸しで店舗付き住居という点です。1階が店舗スペース、2階がイートインと居住、3階がしっかり居住用と3フロアに分かれています。プライベートとお仕事しっかり分けたいという方にはとてもおすすめです。住居スペース行くのにもお店の中通らなくてもいいですし、2階の専用階段もあります。お住まいと店舗と一緒に使えるということで、ランニングコストも抑えられるかと思います。今回もお疲れ様でした。この物件いかがでしたでしょうか？この居抜きを活かして賢くコストを抑えたい方、自分だけの世界観を作り込みたい方、いつでもお問い合わせお待ちしております。何かご質問とかある方は、概要欄の LINE からお問い合わせお待ちしております。本日もありがとうございました。